さんこんにちは。あやはやチャンネルのママです。よろしくお願いします。ということで、自宅療養期間無事終わりました。先週はお騒がせな報告動画ばかりで、視聴者の皆様にはご心配をおかけしてすいませんでした。コメントの中には「あやさん卒業式大丈夫?」とか「かのさんに移らないか心配です」っていう多くの声いただいておりましたが、この動画がアップされる頃にはかのさん以外の家族は全員療養期間を終えて通常の生活に戻っております。もちろんあやさん卒業式に間に合いました。かのさんについては後で詳しくお話しします。いろいろとご心配をおかけした今回のコロナ騒動なんですけど、最後にまとめとして我が家がどんな風に病気になっていったのかなどを改めてお話しさせていただいて、その後コロナになって困ったこととか初めて知ったことなどをまとめてお話できたらなと考えています。お時間よろしければ最後までお付き合いください。我が家のコロナの第一患者はママじゃないかと言われています。コロナになった時、明確な体調の変化がない場合は、だいたいいつぐらいに発症したかっていうのは自己申告で決まることがあります。ママも花粉症の時期に突入して毎年恒例のアレルギーに悩み始めていたんですよね。そんな時、ママの職場でコロナの陽性者が出たと夜連絡が来たんですね。で、ママは濃厚接触者には該当しないということでしたが、その数時間後の翌朝、夜に来たのですぐですよね。はやが喉が痛いとか、咳がね出るっていう症状を訴え始めたため、あやはやたち2人とも念のため学校をお休みしてもらいました。で、その時に自宅抗原検査キットを使ってママ検査の方したんですけど、陰性を確認しております。ちなみにかなり前の動画で紹介させていただいたんですけど、抗原検査と抗体検査の違いっていうのは皆さんご存知でしょうか？抗体検査っていうのは過去の感染状況を調べるもの。ワクチン接種とかした時はね、結構反応出るんです。抗原検査っていうのは現在進行形で感染しているかどうかっていう状況を確認するために使われるものとなってます。で、検査キットによっては変異株っていうのが表示されないっていうものもあるので気をつけてお使いください。その後1日特に歯に変化なかったので安心してたんですけど、夜になって8度近くの熱発がありました。翌日にはあやさんも熱発が確認されて、2人同時にねこうやって体調を崩すことってほとんどなかったので、もう真っ先にコロナ疑いました。で、ママたちが何をしたかといったら、当日 PCR 検査をしてもらえる病院を探しました。この時の病院探しは県のホームページの方に病院が一覧で載ってたので探しやすかったです。本来は自分のかかりつけの病院に行くのがいいんですけど、そちらの病院では PCR 検査の方を行ってなかったので、直接 PCR の検査を行ってくれる病院の方に行くことにしました。発熱外来の方に電話したんですけど、受診しに行ってもお医者さんの指示がないと検査ができないということを言われました。なんですけど、はやその頃喉の痛さっていうのはなかったんですけど、咳がね出始めたんですよ。プラス2人ともね高熱っていうのがあったので、即 PCR 検査していただけました。で、同じ日の午前中に陽性という結果が出ております。で、この後は病院からお家の方に寄り道しずに帰って、保健所の方から連絡があるまでお待ちくださいっていうことでした。で、携帯握りしめてねずっと待ってたんですけど、3時間経っても連絡がないんですよ。なのでこの先迷惑がかかるであろう小学校と私の方の職場の方に連絡を入れました。で、その後陽性が確定して6時間以上経った後ですかね、保健所の方から電話がありまして、その時にさらに詳しい状況や残り家族の PCR 検査どうやって受けるかっていう連絡をいただきました。翌日残り家族ドライブスルーにて PCR 検査の方を受けました。この結果っていうのは2日後に出ております。検査結果としてはパパとママはアウト、
おばあちゃんとかのさんは陰性っていう結果が出ております。その日の夕方には自宅療養サポートチームの方から電話があって、療養についてのアドバイスとかお願い事とかを聞いて、家族全員保健所の指示のもと療養に入りました。ここからはコロナになって知ったことなどをお伝えしていきます。地域によってちょっと格差があるので、お住まいの地域のホームページなどでご確認いただけるとさらにいいかもしれません。まずはじめにびっくりしたこと、感染力がすごい、しかも早い。今回のコロナは濃厚接触者と分かる前に発症しているパターンがすごい早かったです。ニュースでもやってますよね。3日潜伏期間で発症するって、もうほんとその通りです。3日もかかってない可能性もあるんですけど、かかった場合発症します。どこで感染したかっていうのもはっきりとしてわからないんですけど、はやの場合感染しただろう期間にどこ行ってたかって言ったら、近所のスーパーに1時間ほど買い物行きました。あとは学校に行った、家から出ていません。ママも同じく近所のスーパーにお買い物に行って、あとは職場に行っていたのみです。それ以外はね、どこにも行ってないんですよ。俗に言う市中感染とかそういうのになってくるんでしょうかね。あと PCR、 これコメントでもいただいたんですけど、あやはやたち無料で行っております。どんな振り分けかって言ったら、町からの補助金と公費で賄われているので無料となります。大人の場合は診察料ありますよね、あれがかかってきます。で PCR 検査の方は実費分を公費で賄うって形で無料となっています。ただ例外がありまして、私的な場合で PCR 検査を受ける場合は実費となります。どんな場合かというと、例えば陰性証明がないとコンサート行けないので検査受けさせてくださいっていう場合は自己負担 100% になります。我が町だと1万8000円ぐらいって聞いております。うわ、高い高い。なんで子供が PCR を受けた時にそのタイミングでママ受けなかったのって、体調おかしかったんでしょっていうのがあるんですけど、保健所の方にも言われたんですけど、まず熱がないと検査を受けさせてもらえないことがすごいあるそうです。でママの場合、はやあやが熱発してた時に熱全然なくて、ただね、なんか咳があるなっていう感じだったので、それに該当します。残り家族が PCR 検査を受けに行った時、こちらの検査の方は完全無料になります。検査行くところの道中は窓を開けて来てくださいと。陽性者と陰性の人が混ざっている可能性があるので、感染を防ぐため窓を開けてください。ただその会場に入ったら窓を閉めてくださいって言われました。係の人との口頭のやり取りを減らすため、A4 の紙ですね、これぐちゃぐちゃになるんですけど、この紙に名前と振り仮名を書いてこう持ってきてくださいって言われました。山田花子みたいな感じになりますね。あれ、ホテルとかの隔離生活じゃないの、病院じゃないのっていう点なんですけど、我が家はなぜ自宅療養になったかというと、保健所の方から言われたのが、まず子供が小さいからと、あと軽症だからっていう説明を受けて、自宅療養でお願いしますと言われました。そうですよね。熱も次の日にも引いちゃっている状態なので、保健所からの指示として自宅隔離をする場合は、陽性の人を隔離することはすごい難しいので、陰性の人を隔離した方がしやすいですよ、してくださいって言われました。その時の隔離日数によって療養期間に大きな差が出ます。冒頭にお話ししましたが、なぜ陰性のかのさんが最後まで療養をしなければならない状況になったかっていうのをお話ししますね。陰性、陽性の方、どれぐらい自宅療養をしなければならないのか、皆さんご存知でしょうか。今現在の話なんですけど、陽性者は発症した日を、症状出た日ですねを0日として数え、10日間の療養期間が必要となります。1日に発症した場合は2日から2、
34567891011までは家にいなければなりません。で12日目にお外にようやく出ることができます。じゃあ逆に陰性の方はどうでしょう。陽性の方と最後に接した日を起点に7日間生活を分ければその後解放となります。我が家の場合、おばあちゃんに基礎疾患があったため、早の発症が出た時点で別行動をさせてもらっています。なのでおばあちゃんが一番初めに療養が終わっております。今回のかのさんの場合なんですけど、陰性なんですけど陽性の方と生活が分けられない状況にありました。想像しても分かりますよね。3歳児に1人お風呂入れって言っても入れません。1人ご飯食べてくださいって言っても食べれません。1人寝てくださいって言ってもできません。で日中1人で遊んでねって言っても結局1人で遊ぶことができない、隔離することができないっていう状況が続いています。他の家庭で言うと、お子さんが陽性の判断をもらってお世話をする大人の方が陰性だった場合にこういう状況が生まれます。その場合なんですけど、家族の最終陽性者が療養を明けてからプラス7日後に療養明けとなります。なのでかのさんはパパとお姉ちゃんが療養を明けた7日後が解放日になるので、今現在もお家から出ることができません。かわいそうです。次、療養明け前に2回目の PCR 検査するのかどうか、今現在はしません。日数が経つか、あとは症状が出てないかっていうね、毎日の聞き取り調査が終われば出れます。宅配などの荷物は置き配のみになってます。手渡しはアウトです。あとゴミも極力療養が終わってからまとめて出してくださいと指示がありました。出す際もゴミのね処理方法っていうのは決められているので、それに従って出してくださいと言われております。自宅療養者、濃厚接触者の方には療養明けまで1日1回健康チェックを報告する必要があります。その方法っていうのは電話であったりインターネットであったりするんですけど、我が家はインターネット経由でお願いしますと言われております。陽性者が報告を怠った場合なんですけど、あの人体調不良で連絡できないのかもしれないって心配されて、地域の警察とかが駆けつける場合もあるそうなので気をつけないとダメなんです。あと健康チェックに必要なパルスオキシメーターとか、あと体温計などは県の方から貸し出していただくことができました。陽性者には県の方から7日間の食料品等の支援物資が希望すればいただけます。どんなものが届いたかっていうのは別の動画で紹介してありますので、ぜひご覧ください。地域によってはこの支援物資以外にも買い物代行サービスなどもやっているところがあるので、ぜひ調べてみてください。あとこれね、残念な話なんですけど、あやさん2回目のワクチン接種の日に発症しました。なので2回目のワクチン接種ができてません。パパはさらに1週間後に3回目のワクチン接種をする予定だったんですけど、できてません。で電話して次いつぐらいに受けさせてもらったらいいんですかって聞いたら1ヶ月後だと言われました。ただしお医者さんによっては3ヶ月経たないと許可ができませんとおっしゃる先生もいるそうです。なぜかというと1回かかってしまうと抗体ができるので、ワクチンを打つことによって激しい副反応が出るそうです。なのでちょっと期間を空けてからワクチン接種してくださいと言われました。で結局コロナにかかって症状はどうだったのっていう話なんですけど、はやとママは喉がおかしいからスタートして熱や咳が出ました。あやさんとパパはなんか熱が出たぞ、その後に咳が出ましたっていう形ですね。ここだけはね言いたいんですけど、子供たちはあっさり治りました。もうね咳もねスッと止まったんですよ。なんですけど大人2人は未だになんかね肺が潰されるような咳がたまに襲われるんです。しょっちゅう出るかって言ったらそうでもないんですけど、こうやって連続で話してるとみたいな感じの咳が出たりします。
このまま続くとちょっと不安ではあるんですけど、でも生活に支障がない程度の咳が残りました。最後になりますが、教訓として残ったことです。まず1つ目、多少の買い置きはしとくべきです。地震の備えとかでしているものもあると思うんですけど、濃厚接触者になった瞬間からもうね、外出買い物一切できなくなります。保存できるものはあらかじめ用意しておきましょう。で、意外に使うのはマスクは家族分いりますよね。あとは消毒液、これね、いろんなとこ消毒して回るので結構早くなくなります。ちょっと余分めにあるといいかもしれません。2つ目、やれることはその日のうちにやっておきましょう。これもさっきの話につながるんですけど、いきなり明日できるからいいやって取っといたことが突然できなくなります。外に行く用事とかほんとそうなんですよね。なので明日できるでいいやっていう風に思わずに、ぜひやれるうちにやっておいてください。だって療養期間入ったら10日間動けなくなってしまうので。3つ目、小さなお子さんがいる家庭、暇つぶしできるものを用意しておくといいかもしれません。我が家の場合、上の子がかかってしまったので、下の子をなるべくくっつけないようにするためにブロックとかで遊ばしてたんですけど、やっぱり飽きが来るんですよ。来た時にふっと上の子たちの部屋に行ってしまうことがあったので、ちょうどね、サブチャンネルでこのコロナになる寸前に買い物企画をやってワークを買ってたんですよ。もうそれが毎日大活躍。ママと接する機会は増えるかもしれないんですけど、それなりに楽しんで遊んでもらえてたので、本当大助かりしました。4つ目、灯油に困りました。今燃料って高いんですよ。で、今までは配達でお願いしてたんですけど、自分たちでスタンドの方にね、青いポリタンク持って買いに行くっていうことをしてたんですけど、それができなくなってしまいました。プラス普段いないはずのあやはやたちが家にいるので燃料を使います。一緒の部屋にねいてくれればいいんですけど、学校の授業がある日はリモートがあるんですよね。お互いのパソコンから声がバーって出るので、一緒の部屋では勉強できないんですよ。で、結局分けるじゃないですか。分けるってことは灯油とかを使う量も2倍3倍になってきます。冬だから余計に寒いんです。食料よりか灯油の方をチキンレースさせていただきました。あとね、これが一番最後本当に思ったことなんですけど、日頃から周りの方としっかりお話ししていきましょうっていうことです。今回ね、家から出れなくなっていろんな方面でね、少なからずねご迷惑をおかけしてるんですけど、ただその中でも親族はもちろんのこと、お友達とか、あと我が家で言うとあやさんの同級生のお母さんとかですねが、食料どうしてる？買ってこようか？何か困ったことあったら言ってねっていうことをもう常にね声かけてくださる人が何人もいて、もう気持ち的にもすごい助かりました。あとはあやさんの担任の先生なんですけど、もう本当にね毎日かっていうぐらい荷物をねお家に運んできてくださったりとかしてたので、本当にもう今年の担任の先生にはもう本当ありがとうの一言です。そんな感じでちょっと身近な人の温かい気持ちに触れた期間でもありました。まだまだねちょっといろいろ話したいことはあるんですけど、とりあえずここで我が家のコロナ騒動っていうのは区切りをつけたいと思います。また何かねこれ聞いてみたいわみたいなことがあったらコメント欄の方に書いていただけると嬉しく思います。また時間がある時にお返事書かせていただきます。はい、長くなりましたが今回はこれで終わりにします。最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。よし。みやさんこんにちは、ハローです。はい、今日でスタジオにいるんですよ。かのさん、4月から保育園。はい、保育園に行きます。保育園に行くためには必ず必要なものがあります。かのさん何ですか？コップ。あ、コップ。